3.11 に赤飯は不謹慎。はい、捨てます。いわき市立中学校で卒業祝いの赤飯2100食が廃棄されまし震災の日赤飯は不謹慎たという匿名電話を受けた市教委の判断。市教委沿岸部の学校として違和感。市長問題なかった。理解されない全国から抗議。2100食で74万円の給食費が1本の電話で廃棄になり、代替は缶詰パンでした。世間の評価は極めて批判的です。主な意見1、市教委の判断ごとなかれ主義への批判。最も多い意見です。教育現場が子どもの視点ではなくクレーマーや責任回避を優先したことへの厳しい声が目立ちます。過剰反応。1本の電話で全廃棄を決めるのは異常であり、現場の方針が透けて見える。教育の本質、誰を向いて教育をしているのか。子どもの成長を祝うことと震災の追悼は両立できるはず。行政の責任、不然と説明する責任を放棄し安易な中止に逃げた。2、食育と大量廃棄フードロスへの憤り。物価高や食料不足を経験した震災の記憶と照らし合わせ、食べ物を粗末にしたことへの倫理的批判です。倫理観の欠如。震災時に食料のありがたみを知ったはずの地域で2100食を捨てることこそが不謹慎。生産者への冒涜。前日から準備した調理員や農家の努力を無にしている。代替品の悲哀。お祝いの日が備蓄用のパンになった生徒の気持ちを考えるとやるせない。3、3.11 の捉え方とお祝いの是非。震災から15年が経過した現在、どのように追悼と向き合うべきかという本質的な議論です。世代の交代。今の卒業生は震災の年に生まれた子供たち。よくぞここまで育ったと祝うことこそが復興の象徴。祝祭の否定への危惧。この理屈が通るなら、3.11 生まれの人は一生誕生日を祝えないのか。他の災害の日も考慮すれば、365日お祝いができなくなる。赤飯の文化的意味。赤飯には本来魔除けや邪気払いの意味もあり、必ずしも不謹慎ではない。4、クレーマー及び組織構造への指摘。令和の思いや、それを即座に受け入れた教育委員会の体質に関する憶測と指摘です。組織の不備、献立は事前に配布されており、当日になって騒ぐのは嫌がらせに近い。官僚的体質。文科省出身の教育長による前例や批判を極度に恐れる官僚クオリティが招いた悲劇。公平感。抗議した人の声だけが通り、楽しみにしていた2100人の生徒の声が無視された。何が問題だったのか。今回の騒動は単なるメニューのミスではなく、現代社会におけるクレームへの過剰適応と責任の所在の曖昧さが子どもたちの教育現場を侵食していることを露呈させました。損失。今回の赤飯廃棄による直接的な金銭的損失といわき市の給食予算の背景について整理しました。推定される損失額。いわき市から公式な損失総額の発表はまだありませんが、一般的な公立中学校の給食単価から計算すると大量費だけでも以下の規模の損失が発生したと推測されます。食材費の損失約70万円、80万円。いわき市の中学校給食費1食単価は約330円、350円程度です。今回の廃棄数2100食で単純計算すると総額は約69万円、74万円となります。赤飯は通常の白米よりも材料費持ち米、生酢、捧げ等が高くなるため、お祝い膳としてのコストを考慮するとさらに数万円上乗せされる可能性があります。その他の損失。調理にかかった人件費、燃料費、配送費、廃棄処分のための委託費用、代替として提供された非常用缶詰パンの購入費用、備蓄品の補充費用、これらを合わせると100万円近い公金給食費税金が市教委の判断で失われたことになります。ここがポイント。誰の財布が痛むのか。今回の廃棄は市教委の判断によるものですが、元々の食材費は保護者が納めた給食費です。2100食分の貴重な積立金が子どもたちの口に入ることなく捨てられたことに対し、保護者への背任行為ではないかという批判が噴出しているのはこのためです。今後の懸念。市長は会見で全国から抗議が届いていると述べており、今後以下のような対応が焦点となります。損失の補填。廃棄された赤飯代を保護者に返還、あるいは私付以降で調整するのか。損害賠償。一部のネットコメントではクレーマーや判断した職員に個人賠償を求めるべきという過激な意見も出ていますが、現実的には市の一般会計から補填される可能性が高いでしょう。食べ物を大切にするという食育の予算を使いながら最大級のフードロスを生んでしまったという矛盾が金額以上の重い課題として残っています。補填と税金。1、金銭的な補填給食費の返還調整。最も直接的な補填は保護者が支払った赤飯代食材費を返すことです。返還の仕組み。現金を直接返すと振込手数料がかかるため、手続き以降の給食費から差し引くという形を取るのが一般的です。法的観点。債務不履行契約した食事を提供しなかったに当たるため、教育委員会には返還、あるいは代替給食の提供義務があります。しかし、今回は缶詰パンが提供されたため、市側が代替品を提供済みと主張する可能性もあります。ただし、赤飯お祝い膳と備蓄パンでは価値に大きな差があるため、差額分の返還を求める声が強まることが予想されます。2、教育的な補填お祝いの再実施。生徒たちにとっての損失はお腹を満たすことではなく卒業を祝われる体験が奪われたことです。卒業式当日などの再実施。多くのコメントにあるように、卒業式や終業式に合わせて赤飯やお祝いデザートを改めて提供する予算を市が別途組むべきだという意見があります。市長の意向。
内田市長は会見で子供たちの門出を祝う意味で赤飯は問題なかったと述べており、今後市長主導で仕切り直しのお祝いが検討される可能性はゼロではありません。3、社会的組織的な補填ガバナンスの不正、金銭以上に求められているのが、今回の事なかれ主義な判断プロセスの改善です。責任の所在、市教委服部教育長が判断ミスを認め、謝罪しただけでなく、今後は一本の電話で全体を止めるのではなく、現場の意見や子どもの利益を優先するマニュアルを策定することが、市民に対する最大の補填誠意となります。今後の動きへの期待、全国的な批判の大きさから、いわき市議会などで廃棄した赤飯代を税金で補填して保護者に返すべきか予備費を使ってお祝いをやり直すべきかという議論が数日中に加速しそうです。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。